リオデジャネイロ。全部なんです。いや、認められない。いただきます。めっちゃ美味しいです、これ。美味しい。はい。日本の、開拓団のそのブラジルへの移民、日系移民について勉強したいなと思って、そういうのもあってポルトガル語を選びました。Porque assim, eu fiquei muito impressionada com a liberdade dos brasileiros em relação do horário. Hola, aqui o Poco da Dari Japan. Today, I'd like to do a simple quiz and interviews about Brazil with people living in Japan. From basic information about Brazil to interviews on what Japanese people think about Brazilian sushi, as well as taste test of Brazil's popular sweets, paçoquita. An interview with a woman have actually studied Portuguese and been to Brazil. Vamos lá! 今日はある国についてちょっとクイズ出そうと思うんですけど、僕が今から出す国旗を見て国を答えてください。はい。こちらです。あ、ブラジル。ブラジル。ブラジルですか？ブラジル。ブラジルは行ったことあります。いや、ないです。こちら、南米の地図なんですけど、ブラジルがどこの位置にあるかってご存知だったりします？大体、じゃあ、指差しせーので。お、正解です。一番大きいやつ。大きいやつ。大きいの。大きいやつ。はい。正解です。まだ簡単な。はい。ブラジルの首都、わかりますか？リオデジャネイロ。リオデジャネイロ。わかんない。しか知らないかも。しか知らない。しか知らない。あ、オリンピックリオデジャネイロ。だっけ？そう違う。あれだっけ？ごめん。わかる？リオデジャネイロ。正解はブラジリアっていうところです。聞いたことありますか？いや、ない。よくリオデジャネイロとかサンパウロとかって聞いたことあると思うんですけど、じゃなくて首都はブラジリアってところがブラジルの首都です。はい、ちょっとここ難しい質問なんですけど、こちらブラジルの大統領とかご存知ですか？知らへん。この方見たことありますか？ないです。ないですか？ないです。これブラジルの一応大統領なんですけど、名前わかります？いや、わかんないです。わかんないです。わかんないです。はい。聞かないわ。名前わかりませんか？わかりません。ルーラ・ダシルバ大統領って言って、聞いたこともない。聞いたこともないですか？見たこともない。見たこともない。あ、初見です。ブラジルでは実は日本で入ってるお寿司が大人気で、なんですけど日本の寿司とはちょっと違って独特なお寿司が人気なんですね。でその中に含まれる材料として1、2、3のうちどれが含まれると思いますか？じゃあせーの。1番フルーツ。3番。 3番。 3番。1番フルーツ。じゃあ3で。よし、1。1。じゃあチョコレートとフルーツ。はい。答えは全部です。全部なんだ。これフルーツだったらこれバナナを寿司なんかもうよくわかんないですけどとかイチゴがお米の上に乗ってたりとかっていうのがフルーツであって、あとはこれクリームが中に入ってるサーモンとかチョコレートチョコレートのお寿司も本当にブラジルでは人気らしいんです。これ本当にお寿司と認定していいと思いますか？いいと思います。まあでご自身はこういう感じのお寿司を食べてみたいと思います。あ、はい。食べてみたい？はい。食べてみたいです。これどう思いますか？これ寿司と認定していいと思いますか？でも海苔あるから海苔あるから多様性な社会だからいいかもしれない。まあいいのでは。自分は食べてみたいと思いますか？でもいいかもしれない。ちょっと大丈夫です。別で食べたいかも。普通に食べる。わかりました。ありがとうございます。美味しそうとは思わない。思わないですか？わからないですね。これお寿司って認められますか？いや、認められないです。認められない。絶対に。そうですね。お寿司と言うと刺身、お魚、魚介類の生の刺身。これブラジルの有名な方、スポーツ選手とか俳優さんとか
の男性陣なんですけど、この中で一番かっこいいとか、好みな人を、せーのでちょっと指さしていただきます。わかった。よし。いきますはい。せーの。せーのこの人はブラジル人でボクサーなんですけど、この方は日本とブラジルのハーフで、体操選手ぽいです。せーの。おー、あ、ネイマールさん。この人誰かわかる？これは、俳優の方です。ブラジルの。はブラジルの方々の、まあ、顔つきとかってどう思いますか？っきりしてる。はっきりしてる。かっこいい。彫りが深いとか。この中でネイマールさんは特に選ばれてる。まあ、サッカー自分もやってて、すごいもともと知ってるっていうのもあるし、かっこいいなってずっと思ってはいたんで、もう見た瞬間からネイマール。じゃあそして、この俳優さんは。めっちゃ綺麗な顔立ちしてあるんで。知ってる人いますか、こんな感じ。いやー、サッカー選手。見たことある。ネイマール。あせーの。この方はボクサーの方で、ボクシング。で、この方は多分俳優で、すごい人気の方です。じゃあ最後に、こちらブラジルの女性の方々なんですけど、その中で可愛いなって思う方。この人っす。あ、でも、そうですか。違う？いや、おー、どうしてまずこっちの方選ばれました？こんななんやろ。なんか他の人となんか違う感じやったっす。ああ、なるほど、なるほど。大人の色気があって、綺麗、褐色な肌で、綺麗やなと。せーの。隣だね。この人は多分女優さんとかモデルさんをやってた方なんですけど、この人はブラジルのバレーボール代表女子のキャプテンの方です。僕もこの人が一番タイプです。綺麗ですよね。せーの。多分どっちも俳優さんとかモデルをやってる方なんですけど、どちらもすっごい人気です。そうなんだ。はい。多分ブラジルの女性って多分めちゃくちゃ可愛い方が多いですよ。みんな美人です。ちょっとじゃあ、これブラジルのお菓子で、カサディーニョっていうお菓子なんですけど、ちょっと一回食べてもらいます。じゃあ、はい、今食べてもらいます。いただきます。どんな感じですか？めっちゃ甘いかなと思ったら、そんなに甘いわけでもなくて。あ、本当ですか？食感とかはどんな感じですか？いい？ああ、サクサクしてる感はい。なんかジャム。うん。じ。でも美味しい。また食べたいですか？美味しいです。これブラジルのめっちゃ人気のお菓子で、パソキッタっていうお菓子なんですけど、ちょっと一個ずつ。ありがとうございます。おお。いただきます。はい、お願いします。あ、うまい。めっちゃ美味しいで、これ。美味しい？はい。めっちゃ美味しいです。それ、何の味がしますか？ピーナッツです。ピーナッツと、ピーナッツ。砂糖。はい甘い。はい。食感とかはどんな感じですか？ピーナッツバターを、こう、すごい乾燥させて、ってなんだろう。いう感じが。クッキーみたいな。クッキーとまではいかないんだけど、パサパサとまではいかないんだけど、なんだろう。なんか、ほろっといくさ、なんか、バタークッキーみたいな感じな。好きですか？あ、めっちゃ好きです。めっちゃ好きです。よかったです。じゃあまた、ぜひブラジルのアマゾンで売ってるので買ってください。ありがとうございます。 This channel produces the following 4 types of videos. First one is fact-finding on issues being discussed in Japan. Second one is inside look at daily life of Japanese people. The third one is the reaction videos on various topics. And the last one is about how the lives of foreigners are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find our video interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. 今何されてますか？今、学生でポルトガル語を勉強してます。ポルトガル語でちょっと簡単にでいいんで自己紹介してもらえますか？はい。Meu nome é Sean. Eu tenho 22 anos e eu sou estudante da Universidade Estudos Estrangeiros de Tóquio. ブラジルって行ったことありますか？実はまだないんです。ないですか？はい。じゃあ、ポルトガル語をその専攻、大学で勉強しようと思った
きっかけというか経緯を教えていただけますか？主に2点ありまして、1つが、サッカーが好きっていうことで、できたら、サッカー関係に携わりたいなっていうのが、昔の夢でした。で、2点目は、高校で日本史を勉強していたときに、結構日本史が好きだったので、せっかくなら、あんまり教科書で触れられていない、日本の、開拓団の、そのブラジルへの移民、日系移民について勉強したいなと思って、そういうのもあって、ブラジルを、はい、ポルトガル語を選びました。じゃあ、ブラジルは実際行ったことないっておっしゃられたと思うんですけど、ブラジルについてのその印象についてちょっとお聞きしたくて、いい面と、悪い面、なければどっちかだけでもいいんですけど、についてちょっと教えていただけますか？はい。ちょっと懸念している点としては、その治安というか、今先生がちょうどブラジルに、研究されに、行かれてるんですけれども、リオの治安が少し心配ということをおっしゃっていたので、そういったところかなと思います。ただ、いい面としては本当に文化、その音楽から、映画だったり、食ももちろんそうですけれども、サッカーとかもいろんな文化が、もう人種とか文化が混ざり合って、すごい素敵な国だなっていうふうに思います。実際にブラジルの料理とかって食べたことありますか？日本とかで。はい。ちょくちょく食べに行きます。どんなやつ食べますか？自分は、あれですね、リングイーサっていう、ソーセージのようなものが大好物ですね。はい。じゃあ、実際、その中でポルトガル語を勉強していく中で、どのように勉強していたか、大変だったことっていうのがあったら教えてください。はい。どのように勉強したかに関しては、大学がそういう大学なので、週5、みっちり、週2回は、ネイティブの先生と一緒に会話の授業をやって、で残りの3日間は読解だったり文法の勉強を日本人の先生方とやっておりました。で、あとはブラジル人の友達を作って、いろいろ勉強したり、しました。で、ただ、難しかった点については、活用の多さが、自分は結構苦しめられたかなっていうふうに思います。今、ブラジル人の友達をたくさん作ってっておっしゃったと思うんですけど、それは大学内でのブラジル人？そうですね。留学してる方とか結構周りにいるので、そういった方々と、はい。じゃあ、最後にポルトガル語でちょっとメッセージというか、はい、言ってください。Eu quero uma namorada brasileira ou portuguesa, por favor. ブラジルは好きですか？ Gosto muito, especialmente as pessoas, porque eles são muito calorosos, eles me ajudaram muito quando eu estava lá. ちなみにブラジルって行ったことありますか？ Sim, fui. Eu fiz intercâmbio lá na Universidade Federal do Paraná e fiquei lá mais ou menos 5 meses. なんでご自身はポルトガル語を勉強しようと思ったんですか？ Porque, tipo, o português é falado em vários lugares. Eu acho que algumas pessoas pensariam o espanhol é a mesma coisa, porque o espanhol também é falado em muitos lugares. Mas eu achei que não daria para aprender sozinha, porque aqui no Japão os materiais para aprender português são bem poucas comparado com os de espanhol. E eu tinha interesse em conhecer o lugar que fica do outro lado do mundo. ちなみにブラジルで滞在される中で何かカルチャーショックって体験しましたか？ Sim, muito, porque assim, eu fiquei muito impressionada com a liberdade dos brasileiros em relação do horário. Tipo, primeira vez em que eu participei de uma aula no Brasil, havia só 5 pessoas, mesmo que eu cheguei no horário certo. Na verdade, os participantes desta aula eram 20, mais ou menos, e eles entraram na sala comendo café da manhã, tomando café, mesmo que já eles estivessem atrasados. Isso foi muito chocante e interessante para mim. なんかそのブラジル
滞在してポルトガル語を学んでいく中で、なんか自分が好きだと思うポルトガル語の単語ってありますか？É a saudade. Porque essa palavra não tem em japonês e eu acho muito bonita e, tipo, essa palavra explica como os brasileiros sentem